今日はいい天気になりましたね。本当ですね。昨日は結構雪が降ってだいぶ積もるのかなと思って心配しましたけど、はい。すごく良い天気になって、また雪も溶けて、お日さんの力すごいですね。本当にありがたいです。本当に外の方が暖かいですね。暖かいですね。全然暖かいですね。ちょっと暑いぐらいだね。こんな日に外に出ないとうつ病になっちゃいますね。なっちゃいますね。でも私割にどんだけ天気が良くても家の中にいるような人だったのにえらい人間変わりましたわね。さて今日はね、はい。ちょっとお話を伺ってみようかと思うんですけど、よろしいですか？はい。ちょっと質問したいなと思うんですけど。はい。私に語れることなんて少ないですけど。はいはい。いやでもちょっと聞いてみたかったことがあって、はい。ちょっと質問させていただきたいと思います。はい。ここではあえてちょっと菅原さんとお呼びしますけど、はい。菅原さんのはい。書かれたはい。著書の中に、はい。ドラえもんのいる時代にははい。ベーシックインカムがはい。来ているとはい。いうようなことが書かれていたんですけどいや、本には書いてないですよ。あ、本には書いてないですか？この前語られてたことなんですかね。そうね。でもベーシックインカムについてすごく、はい本も見させていただきましたし、はい。そのベーシックインカムとドラえもんとはい。をはい。つなげてこの前お話しされていたので、はい。ちょっとその点について詳しくお話しいただければと思うんですけど、はい。そのドラえもんとそのベーシックインカムとちょっとなんか意表をつかれたような言葉だったんですけど、これまずこのことについてちょっとお聞かせいただけます？はい。はい。まず、そのベーシックインカムが何なのかっていうところが重要なんですけど、まあいろんな説がある中でも共通しているのは、一律してもうお年寄りから子供まで、ずっと一時的なもんじゃなくて、恒久的に一定額の給付金を支給するっていう構想のことを言うんですね。平たく言うと。で、何もしていない人でもお金、恩給のようなものがもらえるということですか？ということですよね。お金持ちの人も、お金持ちの人もみんなが一律してお金をもらえると。今はね、本当に困窮した人しかね、生活保護っていうことで、窓口でね、認められて審査が通って、そういう人は、だけどこれの問題点は、日本弁護士会が発表していますけれども、本当に必要な人の1割2割ほどしか受給できてないっていう実態があるんですね。やっぱり最低基準を下回った収入で生活されていながらも、やっぱりそういうお上のお世話になりたくないだとか、なんとか食いしばってね、生活されている方だとかで、本当に切羽詰まって申請に行くんだけれども、いろんな理由でね、お断りを受けて、もう少し頑張ってみてくださいだとか、で結果的に毎日5人がね、この国で餓死されているっていうね、現状があるわけなんですよ。単純計算すると5時間に1人のペースでどこかで誰かが亡くなられているっていう実態があるんですよ。あまり報道されませんけどね。餓死ってすごい言葉ですね。そうですね。だから本当はそういうメディアとかにしっかりとね、今日は何県で1名、どこどこで1名で合計、ね、5名の方が、ね、上で亡くなられましたっていう報道をきちっとしてほしいなっていう。でも世論っていうかね、ニーズはやっぱね、コロナでね感染して何名の方が発生しましただとか亡くなられましたっていう
のがみんな知りたいでしょみたいな感じでね、毎日のように報道されてますけれども、それももちろん重要なことですけどね、当事者やその家族にとってはね、すごい重い、決して軽んじてるわけじゃないんですけれども、それならばっていう思いがあるんですよね。そのコロナ以前から続いてる毎日5人のペースで亡くなられてる餓死している人たちのことも報道してくださいよって言いたくなるわけなんです、はい、だけどこの戦後70年以上続いている生活保護制度っていうのはもう破綻しているっていうのがもう20年ほど前からずっとあったんですね、そんな窓口の方にその方の目の前の方のね生き死にの判断だとかミーンズテストっていうんですけど、その視力調査、ね、この方に生活する能力があるのかないのかっていう判断を求めるのはもう不可能ですよね。仮に認めたとしてもその後の生活実態をね把握し続けるっていうのは困難ですよね。一人のケースワーカーがこの都心部だとかね100名を超える数が多すぎてそういう実態が月に1回とかね2回その訪問したりだとか、その通帳ちょっと見せてだとかっていうことはできます、義務でね、あるんですけれど、生活保護を受けられている人の話ですか、それは。そう、受給できたとしてもの話ですか。そう、だからいずれにしてももう破綻していると。でその本当に生活保護を受けようとしている人もが受けられない実態と、受けられたとしても、もう管理把握できないっていうね、そういう実態があると。行政ももうでその保護費っていうねのがいろんな問題になってますよね、不正受給だとか、そういうのも相次いでいると。でこれは生活保護にちょっとフォーカスして話しましたけど、いろんなその一時金だとか社会保障の仕組みの中でね助成金だとかってあるわけなんですよね、あんまり広報に出てないから知る人ぞ知るっていうね、そのね失業されたりだとかした時にこういう申請したりだとかしたらこうね補助金が出たりだとか住宅の手当が出たりだとかいろんなねいっぱいいろんなそういう関係部署関係各所に相談したら教えてくれる、やっと教えてくれる、それでやっとその制度のことを知れるっていう、仕組みが、複雑に絡んでるわけなんですけど、そういった社会保障の補助金だとか助成金だとかって増えれば増えるほど、やっぱり不正受給っていうのが出てくるわけなんですよね、ついて回る、それを管理している側の職員が着手しちゃったりだとか、たまにねニュースでも報道されますよね。なんかいろんなこう補助金に使う目的だったお金にバレないだろうということで、だからその手厚い社会保障を提供しようとすることでついて回るんですよね、そういう不正受給っていうのは。細分化すればするほど、だからもっともっとこうシンプルにしていく方向に世界は向かっていると思うんですよね。そういう制度ではなく、もうそういう何か本人にとってアクシデントが起こった時のためにも使えるようなお金を一人一人が最初からもらえると。その今の前提の話で、それを踏まえた上で、これから AI 革命がもう目前に迫ってますよね。あんまりちょっと実感がないですけど、もう確実に刻々とそういう時代が迫っていると言われてますよね。物流だとか小売業だとかそういったこれまで人が、作業していたことがもう機械化される、あらゆる自動運転だとか、飛行機の、それも自動運転ですけど、そういった昭和の頃にはねなりたい職業ランキング上位だったそういった職業がどんどんもう機械にとって変わるっていう時代にこれからも突入すると。で、そうなってくると、一番困るのはやっぱり日本政府、日本に限らず、政府なんですよね。つまり収入がないわけですから、失業してお金が入ってこないってことはお金使わないですよね。お金使わないってことは物が売れないですよね。サービスも使われない。そうなってくるとどんどん
経済が収縮していく。だからそれを防ぐためにはもうこれまで働いて賃金を得ていたものに代わるその給付金、定額給付金を支給せざるを得なくなると思うんですね。なるほど。それを持って、日々の生活費に、ね、日用品買ってくださいだとか、サービスを利用してくださいだとか、これまで利用していたサービスを解約したり使わなくなるんではなくて、そうしないとやっぱしいろんな企業が倒産していきますからね。だから経済を循環させるためにはやっぱりある時期になるともう国がそういったお金を、今はもうキャッシュレスでね送金できますから、マイナンバー持ってる方に対してね、簡単に以前のようにお金を臨転機ですって給付しなくてはならないという時代ではないですから、そう難しいことではないと思うんです。って考えると、このドラえもんが来たのは22世紀ですか23世紀ですか、ちょっとどっちかわからないですけど、その頃の未来ちょっと想像してみていただきたいんですけど、あまりスラム街だとか描写されてないだけかもしれませんけど、なさそうですよね。綺麗な清潔感のあるそういった中で、暮らされている。物流だとか小売業だとかあらゆるものが機械でコントロールされていて、そんな中で人々が生活している。だけどよくベーシックインカムについて回る疑問で、人が働かなくなるんじゃないかっていう質問っていうか疑問がねついて回るんですけれども、私は決してそうならないと思ってるんです。つまり生活に必要な、最低限の給付金が支給されたとして、どうですか、毎月8万円、7万5千円だとか支給されるようになったとして、働くのやめますか？やめるわけにはいきませんね、7万5千円で。仮にじゃあ10万円だとして、もう生涯働かずに何かお好きなことをして過ごされますか？10万円でも働きますね。ですよね。それほどね、その週5だとか、なんていうかな、身を粉にして働くっていうことはなくとも、何かしらやっぱし外に出て、何かしらしますよね。大抵の人がそうだと思うんです。自分にはこれができる、これしてる時が気持ちいい、楽しい、人の笑顔がね、嬉しい、そういうの喜びに、なんかこうちょっと地域の清掃活動に参加しただけでね、賃金としては大した金額でなくても、今ではとてもそんなことをする気になれない人たちも、ベーシックインカムが、そういう意味では安心がね確保されてますから、そういうのに積極、今日のようないい天気の時はね参加してみたりだとか、これまでその外に出たらお金がかかるからだとかで出られなかった人たちも世に出るようになって、そういうことありますよね。そういうきっかけにもなるんですよね。だからでいろんなサービスを提供している人たちももっといいサービスを提供しようって考えたり、ちょっと研修費がネックで参加できてなかったところにも行ってみたりだとか、より良いサービスを提供するために機械では成し得ないような人が暮らす上でいいサービスを追求したりだとか、そういうのにこうより積極的になると思うんですよね。一定数いらっしゃると思いますよ。ずっとこう部屋でねゲームしてたりだとか、その人が苦手でね、もう外に出るのが苦手でっていう方はそれで救われるわけですから、最低限度の生活費が支給されることで、ただそういった方も日用品を買われたりだとか、そういうことで経済につながるわけですし、ずっとは続かないと思うんです。そういった今はそうやって、何も考えずに部屋から出ずにゲームだけをしていたいっていう人たちも一定期間はそうかもしれませんけど、今度はもっと面白いゲーム作りたいなだとか、なんかこの自分の
プレイしている姿を誰かと共有したいなだとか、それでコミュニティができたりだとか、そういったことも大いに考えられますし、やっぱり人ってそんな単純じゃないと思うんですよね。日常生活費が支給されたからといってみんなが働かなくなる、それはもっともない意見ですけども、じゃあそれを防ぐにはどうしたらいいかって言ったら、ちょっとずつベーシックインカムを導入したらそういった混乱も防げるんじゃないかなっていうのが私の考えでして、はい、少額ずつ1万円だとか3万円だとか、ありがたいですよね、1万円でも。でアメリカのね、そのベーシックインカム研究班が調査したところ、そのアメリカ全土でベーシックインカムをスタートさせたら5年程度で2.5兆ドルぐらいの経済効果があるって言われてるんですよね。日本円にしたら300兆円ぐらいですから。そのからくりはすごいシンプルで、これまでその財布の紐をきつく縛ってた人たちがちょっと緩んで、これまで我慢してたちょっといい不用品を購入したりだとか、日用品を購入したりだとか、我慢してた趣味だとか旅行にお金を使ったりだとか、そういうことで経済が循環する。その結果、そういった金額の経済効果が期待できるっていう結果が出てるんですよね。だからアメリカの、人口と日本とで単純に比較はできないですけれども、って考えると、今のこの時代でそういった経済効果があるのを考え、プラスの経済効果があるというのが分かっていて、これから AI 革命に突入するのことを踏まえると、ドラえもんが来た時代には、ほぼ間違いなくベーシックインカムのような仕組みが導入されているんだろうなと思うんですよね。ドラえもんが来るまでにちょっとしばらく私の中では時間がまだありそうですけれどドラえもんが来た時代未来は間違いなくそういうことが行われてるでしょうけど、スタートするのはもう近い未来っていうかね、そうかもしれないですね。まずどこかの国が始めるでしょうね。その国を挙げて国家規模でどこかの国が始めて、で本音を言うと日本がその世界に先駆けてそういったことを、モデル国家としてやってほしいなっていうのは本当ですね。ありますよね。ありますよね。だけど、無理でしょうね。歴史から見て日本っていうのは本当に諸外国からの、その仕組みを取り入れて、でそのオリジナルをより日本式に改善して浸透させていくっていうのが得意な国民性ですから、まず世界に先駆けてそういったことをやるっていうのはあんまり期待してないんですけれども、ある時期が来たらそれを導入せざるを得ないっていうタイミングが来るでしょうね。そうですか。それにもし自分が政治家であったりその行政側の職員だったら面倒くさいですもんね、やるって。今国民がやれやれっていう声が高まって、それを実行しなければ政治生命が危ぶまれるっていう状況になればようやく重い腰を上げるんでしょうけど、そういう声にもまだなってない状況で、それで票が獲得できるのかだとか、窓口その内側から反対の声が上がらないかだとか、そういったところに気にかけてなかなか能動的にそれを行うってことは考えにくいですよね。なるほど。そういった意味で、願望はありますけど期待はできないなっていうのはありますよね。そうですね。でもいずれにしてもその序盤でお話ししたような本当に必要な方が最低限度の生活費を受け取れていないっていう実態は問題ですよね。そしてその必要な方が何度も窓口に足を運んで断られて命を落とすっていう、そういった社会は一日も早く是正してほしい
改善すべき社会ですよね。そうです。まあ、日本はね、国民皆保険だとか導入して、アメリカでもね、難しかった、そういったことを導入できる、そういうお互い様精神みたいなのがね、ある国民性なので、そういったことを世界に先駆けて導入するっていうポテンシャルっていうかね、そういう風土にはあると思うんですよね。世界のモデル国家になる、そういった可能性は十分秘めてるとは思うんですけれども、いかがでしょうか。ちょっと難しかったですか。いや、ぜひそういう我が国になってほしいなと思いました。民度としてはお互いを思いやられることができる民度だとは思っているので、そういう法律の改正も積極的に進めれるといいなと今強く感じました。そうですね、はい、テクノロジーとかね、日々進歩してますからね、その法律の方もね、フレキシブルにもっと改善していってほしいですね。本日はどうもありがとうございました。貴重なご意見お聞かせいただいて大変勉強になりました。こちらこそリハビリにお付き合いいただいて、いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございます。